こんにちは。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。こちらですね。ボスのコンプレッサー CP1X です。これね、めちゃめちゃかっこよくないですか？このキラキラのこういう筐体ですね。めちゃめちゃかっこいいです。これね、結構新しめのボスのコンプなんですけども、非常にですね、自然でナチュラルで、とてもね、評判のいいコンプです。筐体としてはね、これ、こちらの動画とか、こちらの動画で紹介した OD1X とか DS1X とか、ベースのコンパクトプリアンプとかで使われているような、このコントロールパネルのこのキラキラ仕様で、この銀のかっこいいつまみですね。これが採用されているデザインです。そして、筐体はこのラメラメの感じですね。はい。こんな感じです。こういう仕様のボスの筐体はですね、次世代のですね、最新デジタル技術が使われた筐体は、こういうデザイン仕様なんですが、この筐体もですね、このボスのですね、最新技術、MDP というですね、最新技術が使われて、とても複雑な処理がですね、中でデジタルで行われているペダルです。でね、使っている方としてはですね、4つのつまみだけで、本当にね、コンパクトペダルと同じような感じで使えるようなペダルになっております。そしてね、このレベルに合わせてインジゲーターがありますので、ここが光って、視覚的にも確認しやすいし、見た目も超かっこいいということでですね、これ好きな人多いと思います。僕の動画ではね、こんな感じでですね、ボスのエフェクターの話だったり、ギターの話だったり、エフェクターボードの話だったりっていうのをね、定期的にね、紹介しておりますので、ぜひね、先にチャンネル登録をしていただいて、後半も見ていただければとっても嬉しいです。そしてですね、このCP1X に関してもですね、この動画の概要欄にですね、商品リンクを貼っておりますので、気になる方はぜひそちらから詳細チェックしてみてください。ということでですね、この CP1X がどんな音がするのかというところをですね、見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい、ということですね、早速 CP1X のですね、音を見ていきたいと思います。ボスのね、デジタル技術 MDP により演奏ニュアンスを的確に捉え、最適なコンプレッションと、レスポンスを提供するコンプレッサーですということです。9V の電源なんですけど、このエフェクターの内部でですね、18V の内部動作電圧で、出力の大きいギターでもヘッドルーム豊かなサウンドを得ることができます。基本的にはボスのですね、いつものアダプターですね、PSA100 とか、いつもの AC アダプターですね。で、それを使うんですが、この内部で 18V、ここはだから 9V だけど、こっちは内部で 18V に昇圧しているという構造になっています。で、つまみの紹介をするとですね、まずここレベルですね。文字通りレベルが上がります。そして次、アタックですね。このアタックをですね、右に回していくと、コンプがかかっててもですね、結構しっかりアタックが出てですね、ピッキング時のですね、アタックが出てくるので、歯切れの良いサウンドを得ることができます。そして次ですね、こちら、レシオというつまみです。入力信号に対するコンプレッション効果の量ですね、圧縮率ですね、を調整します。右に回せば回すほど圧縮率が上がり、深くコンプレッションがかかります。でですね、こちら左側に回していくと、効果が浅くなり、よりナチュラルなコンプレッションが得られるということです。で、最後、このコンプつまみですね。コンプレッション効果を開始する信号レベルを調整します。ということで、右に回せば回すほど、低い入力信号で効果がかかり始めます。この辺も含めて見ていってみたいと思います。で、このインジゲーターですね。聞いたらですね、こういうインジゲーターが光りますが、これについてはですね、ゲインリダクションインジゲーターと言いまして、コンプレッサー動作時の圧縮レベル量を表示しています。でコンプレッションの効きがですね、多いほど、コンプレッションがしっかり効いている時ほど、インジゲーターがですね、多く点滅するっていう感じですね。例えばこれコンプってしてこっち回していくと、いっぱい光りましたね。これはしっかりコンプがかなり効いている状態という感じですね。それがですね、パッと見、ちゃんと足元でですね、どんぐらいかかってるかなっていうのが見れるようになっています。ではですね、早速音を見ていきたいと思います。はい、ギターはギブソンの ES335 で、アンプがコッホのペダルトーンというこの動画で紹介したプリアンプですね。ES335 からですね、CP1X に入りまして、ここから出ていって、コッホのプリアンプですね、ペダルトーンというものに入っていく形になります。で、そのペダルトーンという真空管プリアンプからラインアウトで出力してレコーダーで収録しております。ではまずバイパスの音はこんな感じです。エフェクターはオフです。こんな感じです。でこれをですね、今、だいたい全部ですね、センターの位置でオンしていきたいと思います。行ってみましょう。ポチッ。こんな感じです。非常にね、ナチュラルに綺麗にかかってくれてますね。コンプといえばですね、小さい音を持ち上げて、で、大きい音をギュッと圧縮してですね、小さい音と大きい音の音量差をなくすと、粒を揃えるというエフェクターなんですが、このブラッシングの音、これ今オフですけど、これが、こういう感じで、こういう感じが、
こんな感じになります。結構大きく出てた高音源の音がちょっと小さくなって、音がどうしても入力の関係で小さくなるブラッシングの音、カッティングのチャカチャカという音は逆に大きく持ち上げてくれて、しっかりね、バランスよく聞かせてくれるような感じになっています。わかりにくいですけどね。とてもですね、いい感じのバランスに揃えてくれます。めっちゃいい感じです。そしてですね、コンプかかってるなーっていう感も少なくて、僕の印象では結構自然に聞こえたなという印象です。つまみ一個一個ちょっと上げてみますね。まずはこちらですね。レベル。なんてことない音量ですね。こっちにすると小さく。はい、音量です。で、次、アタックですね。まず12時の状態だと、これを上げると、またアタックが出てきます。で、こっちにすると、弱くすると、全然アタックがない音になっちゃいますね。アタックを消したり出したりできます。はい、次、列車つまみですね。これを回していくと、コンプの圧縮率ですね。コンプのかかり具合が強くなっていきます。12時の状態はこんな感じ。上げると、コンプかかったなーって感じになってきましたね。で、かかりが強いと、このインジゲーターが、こうやって多く光るので、多くかかるので、視覚的にどれだけかかっているかっていうのがよくわかる仕様になっています。もう一回12時の状態で。こんな感じですね。で、これを下げると、かかってない音に近くなりますね。なので結構コンプモリモリにしたい時とかは結構強めにかけるのがいいんじゃないかなと思います。ギターソロのね、タッピングとか、ああいうのは結構強めにかけるのがいいんじゃないかなと思います。次このコンプつまみですね。これ右に回すほど入力が小さい音でもコンプがかかり始めます。ちょっとわかりにくいですね。小さい音でもかかり始めるということで、これを上げると小さい入力の音でもしっかりかかってくれると。これすごい優しく弾いてるんですけど、普通に弾いてるぐらい持ち上がってますよね、音。オフにすると、これぐらいで弾いてたので、結構持ち上がります。一番ミニマムにすると、こういう小さい音にはコンプがかからないような感じになります。こういうね、4つのつまみを駆使してですね、音作りをしていくのがいいんじゃないかなと思います。いつもはね、僕は歪みエフェクターでは、しっかりニュアンス、優しく弾いたら優しく響いてくれて、小さい音になって、で、強く弾いた時にしっかりその入力が伝わって強い音になるっていうのがね、好きなんですけど、コンパはやっぱ逆ですよね。小さい入力の音でも大きく持ち上げて、で、大きすぎる音はギュッとですね、小さくすると。で、全体の音の粒をですね、均一化することによって、音が揃うっていうエフェクターなんですけど、部分的にね、カッティングとか、こいつを全体的にでも薄掛けでもいいですけど、かけてあげるとかしてですね、音作りの、それも幅になっていくのかなと思います。やっぱりどうしてもガッと強く弾くと嫌な低音がかなり強く出過ぎちゃってっていうところもありますので、これをつけてればね、それも平坦というかなだらかにしてくれるので使いやすいと思います。これめっちゃいいと思いました。ライブとかでは薄掛けでずっとかけっぱなしでもいいかなと思うぐらいいい音で、全体的にやっぱバランスが取れるんで、バンドのアンサンブルとかでも非常にね、使いやすい感じになると思います。はい。じゃあですね、アンプの方で歪ませてみたいと思います。ちょっと強めに。これで鳴らすと、まとまった音になりますね。僕はこの歪みはね、かけてない方が好きですけど、ただこれもちょっとアタックを出してあげたり、コンプの量を減らしてあげると、生の音に近い音になってくるので、そこは調整かなと思います。で、これで、例えばソロとかで、
タッピングとかですね、やるときとかは、あんまうまくできないんですけど、こういうのでもつけてあげると結構はっきり出ますよね。やっぱりどうしても指でプリングとハンマリングで弾いてるんで、入力っていうのは小さくなっちゃうんですけど、これをやると結構しっかり持ち上がってくれるので、タッピングする人とかってコンプ使ったりしますよね。感じでね、使えると思います。あとはクリーンに戻して、やっぱカッティングがやっぱり気持ちいいですね。はい。いかがだったでしょうか。僕自体ね、あんまりコンプって使わないんですけど、非常にね、楽しいと思ったし、結構普通に使ってる分には結構すごく自然な音だなって思いました。アタック出したり、このかかりをちょっと弱くしたり、かかり始める位置をですね、調整したりすることで、かなり自然な音が作れるんじゃないかなと思いました。もちろんね、えぐい音も作れるんですけど、これとっても自然なので、好印象でした。ということでね、コンプレッサー、この CP1X 興味ある方はね、ぜひ概要欄にですね、リンク貼ってますので、ぜひね、詳細ご確認の上、試してみてください。はい。いかがだったでしょうか。僕これ結構やっぱ好きですね。今はフルチューブのですね、真空管アンプで鳴らしてたので、もともといい感じのコンプレッション感っていうのはね、あったんですけど、やっぱりね、これを使うことによって、カッティングのポコポコしたところというか、ブラッシングの部分だったり、タッピング、自分はあんまりタッピング得意じゃないですけど、タッピングのプリングオンとか、プリングオフとか、ああいうですね、パワーの少ないタッチでもしっかり持ち上げてくれるので、ギターソロに組み込みやすかったり、あとはですね、本当に薄くですね、ずっとかけっぱなしにしてですね、粒が揃うことによって、オケに混ざった時にですね、聴きやすい演奏になったりします。あとはですね、アコースティックギターにも使えますので、弾き語りだったりでもですね、粒を揃えて弾きやすくして、歌を邪魔しないようにとか、これをかけっぱなしで使う分にはね、とってもいいと思います。そしてですね、やっぱりこの見た目とインジゲーターの光るのがかっこいいっていうところもありまして、とてもいいなと思いました。興味ある方はですね、ぜひね、試してみてください。概要欄にですね、商品のリンク貼っておりますので、そちらから詳細ご確認いただきまして、ご購入検討してみてはいかがでしょうか。もちろんね、楽器屋さんに行って実際触らせてもらう、指導させてもらうっていうのもね、全然ありだと思いますので、検討してみてください。僕の動画ではね、こんな感じで、ボスのエフェクターの話、ボスもね、もう最近、おかげさまでね、ラインナップがいっぱいできました。そんな感じでね、ボスのエフェクターの紹介だったり、あとはギターの紹介だったり、あとはボス以外のエフェクターの紹介ですね、だったり、あとはバンドマンのエフェクターボードの話なんかもね、紹介しておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできると、とっても嬉しいです。ということで本日は、ボスの CP1X の紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね。